トークトークイルボの日本語。鶴の恩返し。日本昔話。昔、あるところに貧しいおじいさんとおばあさんがいました。ある日、おじいさんは山へ竹木を取りに行くと、バタバタという音が聞こえました。何の音だ？そこには一羽の美しい鶴がいました。鶴は漁師が仕掛けた罠にかかって苦しんでいたのです。本当にかわいそうに、おじいさんは罠を外して助けてやりました。すると鶴はこうこうと鳴いて、嬉しげに山の向こうへ飛んでいきました。それから数日後、おじいさんとおばあさんが晩ご飯を食べていると、トントンと表の戸を叩く音がしました。こんな夜中に誰かなと思い、おじいさんが戸を開けると、そこには一人の美しい娘が立っていました。この雪の中、道に迷って困っております。どうか一晩泊めてくださいませんか？こんなうちでよければどうぞ上がっておくれ。親切なおじいさんとおばあさんは気持ちよく娘を泊めてやりました。次の日、娘は真っ先に起きて掃除をしたり、かまどに火をつけたり、一生懸命働くのでした。娘はその日も泊まり、いつの間にかこのうちの子供になっていました。子供のいないおじいさんとおばあさんは、よく働く娘ができて、嬉しくて仕方がありません。でも、家へ帰らなくってもいいのか？おじいさんとおばあさんが言っても、はい、私は大丈夫です。親がいないですから、というのでした。何日か過ぎると、娘はおじいさんに頼みました。町から糸を買ってきてほしいです。そして機織りしますから、決して見ないでください。おじいさんもおばあさんも決して覗かないと約束をすると、娘は裏の納屋に隠れて、トントンカラリ、トンカラリン、トントンカラリ、トンカラリン。三日三晩やむことなく旗を折りました。4日目の朝、ようやく織物ができ、それをおじいさんが町へ売りに行くと、びっくりするような高い値段で売れました。おじいさんは嬉しくなり、娘にお土産として花かんざしを一つ買ってきました。ありがとう。娘は喜んで紙に刺しました。もっと織りますね。娘はまた機織りを始めました。トントンカラリ、トンカラリン。トントンカラリ、トンカラリン。今度は3日経っても機織りは終わりません。トントンカラリ、トンカラリン。トントンカラリ、トンカラリン。おじいさんとおばあさんは、どうしてあんな見事なものができるのか不思議に思いました。でも娘との約束を破って中を覗くことができません。トントンカラリ、トンカラリン。トントンカラリ、トンカラリン。7日目になると、おじいさんとおばあさんはもういても立ってもいられなくなり、そっと覗いてみました。するとそこには娘ではなく、一羽の鶴が自分の羽を抜いて、それを糸にして折っていたのです。夜明け近くになり、機織りの音が止まりました。
見てしまったのですね。私はいつかあなた様に助けていただいた鶴です。でも本当の姿を見られたからには、もうおそばにいることはできません。娘はあっという間に美しい鶴の姿に変わり、こうこうと鳴き、山の方へと飛んでいきました。おじいさんとおばあさんは雪の野原を追いかけながら叫びました。頼む、行かないでおくれ、行かないでおくれ。鶴は悲しそうに一声泣くと、朝焼けの空に消えていきました。その後には花かんざしが一つポロリと落ちているだけでした。おしまい。いかがでしたか？日本語の勉強に少しでも役に立ったなら、일본어 공부에 조금이라도 도움이 되셨다면,いいね、좋아요, 채널登録, 구독, よろしくお願いします。잘 부탁드립니다.